任天堂 DS 版嵐の夜にオリジナル最終章その1草原の彼方に高く生い茂った木の隙間から春の日差しが優しく降り注ぐ。そんな平和で穏やかな森を傷つきよろめきながらとぼとぼと歩く一匹のヤギの姿。ここはどこ？私、なんでこんなところにいるんだろう。どうやらこのヤギ、自分のことを覚えていないらしい。ねえ、狼が探してるの、あのヤギじゃない？そうだよ。きっとあのヤギだよ。森の動物たちがヤギを見てひそひそと何かを囁く。ねえ、あなたたち、私のこと知っているんですか？知らないよ。そうそう、知らない。ヤギが話しかけると、そう言って動物たちは逃げ出してしまう。まただ。何か私が悪いことをしたの？この森で目を覚ましてから、みんな自分を見ると逃げ出してしまう。誰か教えて。私は一体誰なんですか？ヤギが他の動物を探しにまた歩き出すと、ガサ、ガサガサ。草むらをかき分けて何かがやってくる。大きな体、鋭い牙、ギラギラとした目、ちぎれている片方の耳。狼！ヤギの頭の中を恐ろしい思い出が駆け巡る。ヤギは凍りついた山の中でたくさんの狼に襲われたのだ。ヤギは走った。ボロボロの体で走った。走って、ようやく。もう大丈夫だ。と思ったその時、ガササササ。茂みをかき分けて大きな影が飛び出してくる。ギラリとした大きな目とヤギの目が合う。食べられる！慌てて逃げようとするが、体が動かない。荒い息を立て、一歩一歩狼が近づいてくる。助けて！助けを求めるが、誰かがやってくる気配はない。もうダメだ。近づいてきた狼が、ガシリとヤギを捕まえる。やめて！食べないで！必死に抵抗するヤギだったが、狼はそのまましっかりと抱え上げ。メイ！よかった！生きてたんすね！また会えるなんて夢じゃないっすよね！と涙を流しながら嬉しそうに叫んだ。メイと呼ばれたヤギはわけがわからない。一体何なんですか？食べるなら早くすればいいでしょ。メイ、何を言ってるんす？どうせなら一思いに食べればいいじゃないですか。それをこんな風にいじめて楽しいんですか？メイ、オイラっす。ガブっす。覚えてないっすか？覚えてるも何も、狼に知り合いなんていません。そんな、オイラたち友達だったじゃないっすか。バカなこと言わないでください。ヤギはそう叫ぶと、狼の手を振りほどく。岩を飛び越え、茂みを抜けて、ヤギは逃げ続けた。ここまで来れば。安心したのもつかの間、またしても後ろから荒い息を吐きながら誰かが近づいてくる。ヤギが振り向くと、そこには黒い大きな狼の影。しつこいですよ。私はあなたなんか、なんだって？
ヤギはやっと気づいた。相手はさっきの狼ではない。ちぎれた片耳に恐ろしい目。同じ狼なのに、さっきの狼とは全然似ていない。てめえの起こしたなだれで、みんなくたばっちまった。俺も、もうこのざまだ。いずれくたばるだろよく見れば、この狼、体中傷だらけで片足を引きずっている。ここの動物からお前の居場所を聞き出すのも苦労したが、お前だけはこの爪で切り刻んでやらなきゃ気が収まらねえ。いいか、楽に死ねるなんて思うんじゃねえぞ。何を言ってるんですか？安心しろ。お前のお友達のガブもすぐに処刑してやるからな。牙をむき出しにして狼がヤギへと飛びかかる。本当にダメだ。ヤギは観念して目をつぶった。あたりに狼のうなり声が響き渡る。ぐわー！ヤギは恐ろしい叫び声にゆっくりと目を開けた。そこには片耳の狼とガブと名乗った狼が倒れている。てめえ、ガブ。ヤギなんかかばいやがって。ギロさん、すいやせん。まあいい。狼の掟は守れたからな。お前も最後まで甘い野郎だったな。なんでおめえみてえな奴が狼に生まれてきたんだか。おいらもそう思うっす。ギロと呼ばれた狼は一度だけ低くうなるとそのまま動かなくなった。ヤギはガブと呼ばれる狼に近づき、恐る恐る尋ねる。なんで、ヤギの私を助けたりなんかしたんですか？なんでって、おいら何かあったら守るって約束したっすから。メイは覚えてないかもしんねえっすけど。おいら命をかけてもいい友達だと思ってるっす。そう言って狼は照れくさそうに向こうを向いた。命をかけてもいい友達？ヤギの頭の中に忘れていた思い出が少しずつ浮かんでくる。嵐の夜に二人っきりで語り合った。ある晴れた日に一緒にお昼を食べた。あれは誰だったっけ？霧の中で狼の群れから助けてくれた。土砂降りの日に二人で幸せになれる場所を探そうと誓った。いつも私のそばにいてくれたのは。思い出そうとしても、どうしても思い出せない。悩んで、悩んで、ようやくヤギは一つだけ言葉を思い出した。ガブ？メイ！おいらのこと思い出してくれたんすね。よかった。よかったんす。私。実は、ガブという言葉以外、ヤギは何も思い出せてはいなかった。そうだ、メイ。おいら、どこかで体を洗ってくるっす。ちとぼかし汚れちまったっすから。狼の体は、怪我や戦いで傷だらけになっていた。すぐ戻ってくるっす。そしたら一緒に住める場所を探しに行くっすよ。メイが大好きな柔らかい草がいっぱい生えてるとこにするっす。
そう言うと、狼は体を起こし、茂みの向こうへと歩いていった。狼の足音も聞こえなくなり、ヤギ一匹だけが残った。もう恐ろしい狼はいない。それなのに、あれ、なんで私、泣いてる自分でもおかしいと思う。の？なんでなの？けれども涙は止まらない。ヤギはそのまま泣き続けた。なぜ泣いているのかわからないから、泣くのをやめることができなかった。緑の森の片隅で、今日も動物たちが楽しそうに話している。ねえ、聞いた？聞いたよ。2匹のことでしょ？森中どこ行ってもこの噂だね。実は私、2匹見てきたの。そう言ったのは噂好きのリスだ。本当に、どうだった？噂通りよ。本当に一緒に住んでたの。本当に？私だったら怖くて死んじゃう。でも、すごく幸せそうだったの。リスは少しだけ羨ましそうにそう言った。